頭、待て。いや、お待ちください。お頭じゃねえ、大統領だ。建国は認可待ちですけどね。だいたい東チップ王国なのに大統領とはいかがなものかと。語呂がいいだろうが、細けえことは気にすんな。いずれにせよ、あのラムレザルってやつの声明以来、世間は強硬状態です。勝手は控えていただきたい。こんな時だからだ。世界を救った英雄が国を立てるとなればどうだ。えれえ短絡的だと思います。ま、お頭がそんなバカだから俺たちはついていけるんですけどね。大統領だ。じゃあ留守は任せたぜ。どこ行きやがった。お頭。お頭じゃねえ、大統領だ。で、なんだ。調査依頼を受けていたゆりかごの報告がまとまりましたので。野暮用中だ。そいつは後でいい。バビロンやらは大変な状況ですよ。随分とえれえ野暮用ですね。アンサー、俺たちのマニフェストは手が届く危機を絶対見逃さない。なるほど。ではそちらからの連絡をお待ちします。おう。あのガキ。アンサー、聞こえるか。はい。北極星が正面に見える。地平線から26度、1時38分の方向にフロイド・ローズが通る。位置を特定しました。何人かぶっ倒れてる。誰かよこせ。わかりました。お頭は？見たこともねえバケモンと交戦中だ。特徴は？人型のベッドに男のガキが縛り付けられている。ガキの身長は160センチメートル程度。髪は紫、短髪、白人、メガネ。外見から予想される年齢は10代半ばから後半。寝たままベッドに乗って動いてやがる。暗くて目の色はわからねえ。服はどこかの入院着のようだが、ドクターできるか。人型ベッドの時点で記憶照合結果はゼロですが、特徴が合致する少年なら128件まで絞り込めました。他には？戦闘中だ。そんなに細かく見られるか。お頭。わかったぜアンサー。全身に入れ墨のようなもんが入ってる。トゲ模様のようなシンプルなやつだ。お頭、お頭、よく聞けそこのガキ。お前の特徴は大体掴んだ。どこにいようと必ず見つけ出してやる。だからもしお頭の身に何かあってみろ、必ず追い詰めて殺してやる。元老院の野望はソルたちの活躍によりついえた。しかし世間が安息を得る傍らでチップは一人事の顛末に疑問を抱いていた。お見かけになられましたら連絡をいただければこちらで対処いたします。はい、そうです。我々のお頭、いえ大統領が誠に勝手ながらそちらのどっかの施設を訪問するかと。はい、大丈夫です。多少でしたら殺しても構いませんので。お手数とは存じますが。はい。ですから我々もこれからは国際社会の一員として恥じぬですね。はい。以後このようなことが起きぬよう厳しくしつけておきますので、何卒ご容赦を願えますでしょうか。はい。それでは失礼いたします。あのクソ野郎。おう、俺だ。おいこら貴様、この大統領が王ではありませんよ。今どこにおられますか。元老院どもの隠れ家だ。ここは小難しい書類ばっかで頭が痛くなるぜ。お前を連れてくればよかったよ。出発の時に私を着信拒否していなければ
あるいは間に合ったかもしれませんがね。まあそれはともかくマッハでそこから退去してください。え？そこは我々の領土ではないのですよ。小学生程度でいいので外交の常識を持ち上がってください。固いこと言うな。それよりな、この間の事件はやっぱりまだ終わってねえ？黒幕は他にいる。もっと得体の知れない奴がな。元老院殿はおそらく利用されただけだ。それが本当ならことはジャスティス絡みです。割と人類が絶滅しそうなレベルの話になりそうですが。そういうことだ。俺はもう少しだけ犬を続ける。お前にはあることを調べてほしい。あること？慈悲なき啓示。その言葉が元老院の起こした事件に関わると考えたチップは側近であるアンサーに調査を命じた。ああ、その書式は5番保管室だ。扉を背にして右側の棚を見てみろ。下から数えて6番目の段、右から23冊目。書式ひな形3巻を取り出し、68ページの3行目から27行目。そうだ、それぞれ1通を保管するまでを書き写せ。すまん、キャッチが入った。切るぞ。あ、3部作っておけよ。アンサーだ。何？そうだ、あの土地の返却にはご神道以内に公爵以上の爵位を持つ者がいることを証明する必要がある。家系図を見てみろ。お前のじいさんの弟夫婦の間にダーサイという長男がいる。どういうわけか彼がデュークだ。てかお前が知っとけ。キャッチだ。ああ、しょぼいか。バターチキンがうまくならない？レシピは。あ、おい、カルダモンとクミンが抜けてるじゃないか。そうだ、適量だ。いや、味は保証できない。キャッチ。日和、2、3日空ける。パスポートを手配してくれ。え？なんで？皆まで言うな。確かに我が東チップ王国のパスポートでは相手国の法務認可がいる。だがそんな時間はない。偽造しろ。だからなんでだよ。国境を飛び越えろとでも？誰かに目撃されてみろ。私の面は割れている。いや、だから偽造パスポートでも面が割れてたら意味ないじゃん。ああ、確かに。この国の偉いやつはバカばっかがよ。こんなことなら七変化をマスターしておけばよかった。しかし慈悲なき刑事か。なぜあの言葉をお頭が知っている？いや、まずは正攻法だ。元老院の足取りを追うべきだな。おかけになった ID は現在法力濃度の低い場所におられるか。何度教えてもマナーモードの存在を覚えないな。とはいえこっちもノルウェー組んだりまで出向いて紙切れ数枚の収穫だ。観光でもしておけば元は取れたが。どうだった？裏が取れた程度だ。元老院は慈悲なき刑事ってやつとグルだったってことか。イリュリアの西王が言ってたぜ。やっぱりお頭の勘当たったな。当たりすぎてもう魔術の類じゃないかと疑う。しかしハルデン城塞に元老院の手記があった。見つけてほしいと言わんばかりに無造作にな。断片的な内容だったがまるで懺悔だ。懺悔？やりたくなくてもやる必要があったってことか？少なくとも元老院に何かしらの思想があったのは確かだ。だとしたら意志のない慈悲なき刑事とどうやって協力関係を築いたのか。謎解きは専門分野じゃないな。で、これからどうする？最後に寄っておきたいところがある。気になる内容があってな。
イリュリア政府、コロニーに何の用だ。コロニー住人の治療は誰が引き継ぐのか。この元老院の手記の内容と関係があるのか。この木は龍脈。見事だ。軌道に浅い私にも霊力が伝わってくる。ここで何してる？政府の連中といい、揃いも揃って人んちの庭踏み荒らしやがる。ここに来たのは成り行き。私は慈悲なき啓示という言葉を追ってきただけです。どうでもいい。ここは俺たちの聖域なんだよ。さっさと消えな。それは失礼しました。しかしそのような排他的な物腰こそ神聖な地にふさわしくないのでは。よそもんに言われたかないね。だいたいコロニーの連中を腫れ物扱いしてきたのは政府の方だよ。どちらが先かは問題ではありません。戦争に関係する何かがあるからコロニーに人が集まっている。彼らに協力するべきです。知ったことかよ。ここに居座るつもりなら誰であろうと叩き少しは一歩下がって物事を見てはいかがですか。戦争の最中だというのに噛みつく相手を間違えている。しきたりってもんがあるんだよ。よそもんにはわからないだろうけどね。しきたりを重んじる心は尊い。しかしどんなしきたりにも始まりの時はある。それを新たに作ってもいいのでは。何が言いたい？力とは人を引きつけるばかりで退ける術を持ちません。善も悪も選ばない。ここが戦場になるってことか。そうならないことを祈ります。しからば。やれやれ。結局大した戦利品はなし。手ぶらで帰るのは気が重いな。めっちゃ綺麗な花火スポット発見。これで行くか。あいつの言った通りだな。政府の人間が大所帯でコロニーに来てやがる。何かあるね。もし連中がここに近づいたらどうするか。誰だ？外交官です。冗談はやめな。本物の外交官に失礼だろ。まったく政府の連中といい、あんたといい、一体ここに何の用だ？彼らの目的は存じません。私はあくまで個人的な要件で。とにかくだ。連中が入り口でごちゃついてんのも気に食わないな。とかくここは立ち入りご法度なんだよ。よそもんが土足で入っていい場所じゃない。それは大変失礼いたしました。早急に退去します。ああ、さっさとな。だが懐のものは置いていけ。これは私物です。何も取ってませんよ。信じると思うか。ここは不可侵特区。本物の外交官ならいること自体国際問題だろう。それを言うならあなたも同じでしょ、バイケン。なんで俺の名を？名前だけではありませんよ。身長162センチ、体重45キロ、血液型 B 型。私は一度記憶したものを忘れない。ましてや国際的なお尋ね者とあらばさらなり。あとは参位寸法が分かれば。触って確かめてみるかい？戦う気もないのに挑発しやがって。外交官だと言ったでしょう。東チップ王国唯一の首席にして末席の外交官なんです。あなたのような戦士ではありません。
最初にそいつを見せろよ。最初にそう言ってくだされば。政府の連中はなぜコロニーに来る？わかりません。おそらく連日の事件に関する情報を集めているのでしょうが、私の主はこう考えています。まだ終わっていないと。ここが戦場になるってことか。よし、あるか？ありますよ。申し付けられましたから。でも収穫は乏しいですね。バレンタインの親、人類の敵、一連の騒動の黒幕、あとは自我がないとかですか。慈悲なき啓示で今わかることはこのくらいです。報道やお頭の土産話と大差ありません。どうもその自我がないってところは怪しいがな。じゃあ何ですか？人間ですか？思い出すんだよ。俺がスラムにいた頃の泥臭い悪意。まったくこういう時のお頭の勘は妙に当たるんだから、めったなことは言わないでくださいよ。しかしこうなると諜報活動より実戦部隊の編成を急いだ方がいいかもしれませんね。なんだか？なんでって、我々東チップ王国も参戦するんですよね。イリュリアの民兵に。いや、俺たちは忍びだ。情報が不透明なうちに動くもんじゃねえ。敵にとっても読めない存在であるべきだ。なんか真っ当なこと言いますね。しかし確かに今回は不透明なことが多い。特にこのリブラリアの手記ですね。これによると元老院は慈悲なき啓示と敵対していたということです。だとしたら元老院は何のためにあの事件を起こしたのか、謎は深まるばかりです。元老院は慈悲なき啓示と敵対してたのか？って、それも分からず元老院は利用されたとか言ってたんですか？お前本当に勘だけだな。うるせえな。他にはないか？今は元老院より慈悲なき啓示の動機の方が重要だ。言ったでしょ、収穫は乏しいって。ですがまあ強いて言えば。なんだ？いや、これは情報というよりは私自身の記憶の話なのですが、今から2代前の西欧でハピヌス27世って言いましたよね。亡くなられる間際に錯乱した。ああ、覚えてる。その彼が残した言葉の中に慈悲なき啓示という単語がありました。何？ですが妙なんですよ。資料によれば元老院と西欧は情報を共有していない。さらに言うならハピヌス27世が起点なされたのは最初のバレンタインが襲来するだいぶ前です。となると時の西欧はなぜこの名を知っていたのか。まあ人徳と同じぐらい気候が目立った方ですから、偶然という可能性も否定できませんがね。気候か。おい待て、そのハピヌス27世って確か現世王アリエルスを枢機卿に入れ抜擢したやつじゃねえのか？そうですが。マジかよ。くそ、こいつら一体何者だ？こちらもビンゴか。あいつは本当に勘だけだが実際頼りになりますよ。